堀越先生がラストスパートに入ったと明言したことで、着実に最終回へと伏線を回収している僕のヒーローアカデミア。今回は最重要伏線の一つであるミスターコンプレスの動向と最後の希望について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンプクラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。そもそもさ、ミスターって今どんな状況なの？一言で言うと捕まってます。全面戦争編で信楽と村とスピナーを逃すため一世一代の脱出ショーを繰り広げたミスターは、その後ヒーローたちに捕らえられ治療を受けた後に拘留されていました。異能解放軍の下天と隣同士になって仲良くお話ししていたね。3月下旬頃に勃発した全面戦争で負傷してしまったミスターの動向は明かされていませんでしたが、最終決戦が5月上旬頃だと仮定すると、その間約1ヶ月ほどしか経過していないため、まだ傷が完治していない可能性が高いと思われます。タルタロス脱走直後のオール・フォー・ワンと信楽と村の会話で、信楽完成まで残り38日って判明しているから、全面戦争から最終決戦まではかなり短い期間だったんだね。全面戦争後はヒーローの減少から警護範囲を限定的にしていたため、セントラル病院で治療を受けていたと思われるミスターは完治まではしておらず、まだまともに活動できる状態ではないと推測できます。リカバリーガールの個性をヴィランに使う必要もないし、個性の使いすぎでシワシワになっちゃってるから、ミスターは普通の治療しかされてなさそうだよね。下天との会話で警察、ヒーローと何を話していたと問われており、下天の言うヒーローと警察というのはおそらくホークスと塚内警部のことではないかと考察しています。そしてミスター、ホークス、塚内警部の3人が秘密裏に動いていることこそがヒーローサイドの最後の希望ではないでしょうか。最後の希望って一体何なのさ？オール・フォー・ワンの圧倒的な力を前に全滅寸前のヒーローたち、強欲の個性を奪われ瀕死の重傷を負ったホークスが信じる最後の希望。この正体が何なのかは未だ明かされていませんが、この絶望的な状況下でも戦況をひっくり返せる何かがまだ残っていると思わせるようなホークスの言動と、作戦総指揮を執っている塚内警部との通信内容を加味すると、この最後の希望はごく一部の人しか知らされておらず、おそらく知っている人物はホークス、オールマイト、塚内警部とわずか数人の警察関係者だと推測できます。ホークスがあれだけ信じてるってことは、ヒーローの助っ人がいるってことなのかな？強力な海外ヒーローたちが助っ人に来るという可能性もありますが、米国最強ヒーローのスターが信楽に敗北し、アメリカがオール・フォー・ワンに屈しようとした時点で、スター以上に強力なヒーローが存在するとは思えません。確かに今の信楽やオール・フォー・ワンには全盛期オールマイトでも勝てるかどうかわからないよね。抹消されていた個性が解放され、超再生すらも復活してしまった信楽と村に対して現状対抗できるヒーローはデク以外存在しません。唯一勝てる可能性があるとすれば、イレイザーの抹消で個性を消してしまうことですが、黒霧に連れ去られてしまったため、これを最後の希望というのには違和感があります。海外ヒーローでもないなら最後の希望って一体何なのさ？結論から言うと個性消失弾ではないでしょうか。個性消失弾って全面戦争で信楽が全部使っちゃったんじゃないの？シエ8歳改編の終盤にて警察の護送車を襲撃し個性消失弾を強奪したヴィラン連合は、その後個性消失弾と結成をドクター・ガラキに渡しています。ドクター・ガラキが個性消失弾の成分を研究して巻き戻し弾を作ったんだよね。個性消失弾の元になったエリちゃんの細胞に着目し巻き戻し弾を作成したドクター・ガラキは、ヒーローたちに捕まる前にオール・フォー・ワンのアジトに巻き戻し弾を隠していました。じゃあもう全部なくなっちゃってるんじゃないの？そうですね。しかしまだ個性消失弾が存在しているとすれば、最後の切り札になりうると思いませんか？確かに個性消失弾で信楽の個性消しちゃえば、残ってるヒーローだけでもなんとかなりそうだよね。でもさ、個性消失弾を作ろうと思ってもエリちゃんの肉片が必要なんだよね。さすがにまたエリちゃんを切り刻むのはひどすぎるんじゃ。個性消失弾はシエ8歳会の若頭
千咲が作り方を知っているものの、その作成方法は巻き戻しの個性を持つエリちゃんを切り刻み、肉片を弾丸に込めることで完成する非人道的兵器です。人類の存亡をかけた戦いだとはいえ、そのような行為をオールマイトが認めるわけがありません。ホークスならやりそうだけど。そこでミスターがヒーローや警察に協力していたことが関係してくるのではないでしょうか。結局どういうことなのさ。簡単に言うと、ミスターは個性消失弾を盗んでいたのではないかということです。シエ8歳改編で個性消失弾と結成を持ち出した千咲とルミリオンが交戦した際、どさくさに紛れてヴィラン連合が個性消失弾の核であるエリちゃんを拉致しようとしていたことを覚えているでしょうか。その時にトゥワイスと戸賀卑弥子は自分たちは2倍の個性で作ったコピーだからという理由でミスターにエリちゃんを取りに行かせるのですが、千咲の個性で地形が変わってしまいエリちゃんを手に入れることはできませんでした。その後、千咲を護送中の車両を襲撃し、個性消失弾と結成を奪ったヴィラン連合は弾丸をドクター・ガラキに渡し複製を試みたと語っています。死柄木が全面戦争で2発使ってたけど、それ以外にもあるのかな。死柄木が復活した際、崩壊の個性によってほとんどの消失弾が使い物にならなくなったと言っていることから、現時点では全てなくなっていると思われます。もしまだ個性消失弾があったらとっくに使われてるよね。千咲は個性消失弾を5発作るのに1ヶ月かかったと過去回想で明かされており、ルミリオンとの戦いで1発使っています。この時点で残り4発だね。さらに1発はドクター・ガラキの手に渡り複製されていて、その後千咲から奪ったオリジナルの消失弾を死柄木がイレイザーヘッドに2発使っている描写があるため、作中では計4発の消失弾が使われていることがわかります。作中で実際に使われた消失弾は3発で、ドクター・ガラキが研究のために1発もらったとすると、全部で4発しか使われていないから、1発どこかに残っているかもしれないんだ。ここで意味深な伏線になっているのがシエ8歳改編でのミスターの役割です。本来であれば出向した戸賀卑弥子とトゥワイス以外は登場する必要性もなく、実際にスピナーとダビ、死柄木戸村は登場していません。なのにミスターだけが何の役割もないのに意味深に登場し、エリちゃんを誘拐するために参戦してきたという展開は本来必要ないはずですよね。確かにそうだね。なのでミスターがシエ8歳改編に意味深に駆り出されたこの場面で個性消失弾を1発盗んでいたとしたら、ミスターならあり得るかもしれない。林間合宿編でもダミーを使い欺いた経験があるミスターが一発で相手を無効化する強力な消失弾をもしもの時の保険として隠し持っていたという可能性は高く、その消失弾をヒーローたちに提供することで何かしらの取引を行っていて、すでに裏で個性消失弾の複製が進んでいるとしたら、ホークスが瀕死の状態でも逆転できると思うほどの何か最後の希望に該当するのではないでしょうか。ミスターが個性でビー玉にしていた消失弾を最終決戦前に塚内警部が受け取っていて、消失弾が完成するまでの時間稼ぎとして戦っているとしたら、ホークスが最後まで諦めないのにも納得がいくよ。消失弾さえ完成してしまえば通常兵器で死柄木を駆逐することが可能なのはスター戦で証明済みです。千咲も設備が整った研究室ならもっと量産できると過去回想で語っていることから、レディー・ナガン戦後に確保された千咲が消失弾の複製に関わっている可能性は非常に高いのではないでしょうか。千咲はデクとも取引してたから、ヒーローにしぶしぶ協力している可能性はあるね。シエ8歳会の組長はもともと悪人ではなく仁義を通す昔ながらのヤクザ者なので、組長が意識を取り戻していたとすればヒーローたちに協力してくれるはずです。デクがレディー・ナガンと戦って千咲を確保したのが4月上旬くらいだから、そこから5月の最終決戦まで消失弾の複製を作っていたとすれば、ちょうど1ヶ月で消失弾ができるって言ってたのと辻褄が合う。時代が進むほどに個性の力が強くなり、人類がコントロールできなくなるという個性終末論がヒロアカ世界の大きな問題として存在しているため、最終的に全ての個性がなくなってしまうという最終回は十分考えられるのではないでしょうか。次の次の世代あたりで世界を滅ぼす個性が生まれてきそうな危うい世界だもんね。もしかしたらデクたちの戦いが世界中に配信されている時にメリッサが慌ただしくしているのは、父のデイビッドと一緒に急ピッチで消失弾の準備を進めていたからかもしれませんね。デイ
デイビッドも個性増幅装置を研究していたから、個性をなくす研究にも精通しているだろうし、世界中の個性をなくそうとしたフレクトターンの知識を使って個性消失弾を広範囲にばらまく装置を作っていたりするかも。メリッサ、デイビッド、フレクトターンが開発した装置を嵐が吹き荒れる中、飛行機でロディが日本に運んできているなんて展開が描かれる可能性もあるかもしれません。ということで今回はミスターの活躍と最後の希望について考察してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら、まだ登場していない千咲とエリちゃんに関する考察動画も作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ